うん。はい、皆さんこんにちは、ヨッシーです。今回やるゲームはこちら、星のカービィ20周年スペシャルコレクションということでね、こちらのゲームをプレイしていきたいと思います。このゲームは2012年に任天堂から発売された Wii 用ソフトになります。星のカービィシリーズの第1作目、ゲームボーイ版星のカービィが発売されたのが1992年ですので、本作が発売された2012年はシリーズ20周年の節目になっています。星のカービィシリーズ20周年キャンペーンの一環として発売されたメモリアルソフトですね。はい、じゃあちょっとスタートしていきましょうか。2でスタート。はい、ちなみにこのゲームは13年前の作品なんで、星のカービィシリーズは2025年で33周年ということになりますね。時が経つのは早すぎて信じられないですね。はい。で、このゲームでね、何ができるのかっていうことについてなんですが、まあ実際にね、中身見ていきましょう。まあ、それがこちらですね。はい。これがメインメニューになってます。で、ここに3つの項目がね、並んでいますと。はい。まずは星のカービィコレクション。吸って吐いてで大冒険。星のカービィシリーズから6タイトルが遊べますっていうことですね。はい。中見てみましょうか。こちらがシリーズ1作目のゲームボーイ版星のカービィから、シリーズ6作目の任天堂64星のカービィ64までの合計6作品の移植版がこれ1本で遊べるという豪華仕様になってますね。はい。まあまあ、これがもうこのゲームのメインコンテンツですね。はい。初代のゲームボーイ版星のカービィ。そして2作目、ファミリーコンピューター用ソフト星のカービィ夢の泉の物語。そして3作目、星のカービィ2。これはゲームボーイ用ですね。はい。で、4作目、スーパーファミコン用ソフト星のカービィスーパーデラックス。で、5作目のスーパーファミコン用ソフト星のカービィ3。そして6作目の任天堂64版用ソフト星のカービィ64。ということでね、はい、これだけのね、ゲームが1本で遊べるって相当すごいですよ。もうこれはいいですね。豪華仕様ですね。はい。で、こちらの各タイトルに関してなんですけどね、これはね、個別に1作品ごとにやっていこうかなと思ってますので、まあ今回はね、紹介するまでに留めておきます。はい。まあね、実際のプレイ動画についてはまた後日アップする予定ですので、お楽しみにしておいてください。まあシリーズね、順を追って1からこうね、順番にやっていこうかなとは思ってますと。はい。まあなので、チャンネル登録がまだの方は配信を見逃さないようチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。では、戻りまして、次こちらね。はい。もっとチャレンジステージっていうことでね。はい。こちらは星のカービィ Wii でおなじみチャレンジステージがパワーアップして帰ってきた。はい。ということですね。中身ちょっと見てみようか。ちょっとデモが始まりましたけど。もっとチャレンジステージというね。はい。こちらは星のカービィ Wii のサーブゲームチャレンジステージに新たなステージやコピー能力を加えたリニューアル版となっております。まあ、こちらに関してもね、今回はやらずに後日に回します。まあ、順番的にはカービィコレクションで一通りのタイトルをプレイして最後やるぐらいかなっていう感じですね。はい。それで、今回はやらないよと。はい。で、そして最後、一番右の星のカービィヒストリー。これは星のカービィが生まれて20年、カービィシリーズの歩みをたどりますということですね。はい。というわけで、今回の動画のメインコンテンツはこちらですね。20年間のシリーズの歴史を一緒に振り返っていきましょう。はい。では、中身見ていくよ。スタート。はい。こちらのメニューでは、20年の歴史を綴った資料が閲覧できて、ゲームのパッケージやプレイ映像を見ることができるという大変豪華な仕様になっております。その他にも、テレビアニメ版の厳選された数話分が収録されていたり、出版されていた漫画の第1話が収録されていたりもします。もうすごすぎてやばいですね。顎が外れるレベルですよ。もうカービィシリーズの歴史とともに、任天堂ハードの歴史も一緒に振り返っていきましょう。はい。では、まず年代別に見ていきましょうか。まずはこちら、1992年ですね。左側に1992年の出来事というのがありますね。その当時の社会情勢がわかるようになっています。ゲームに関連するものだったり、個人的に気になる箇所っていうのをピックアップしていきたいと思います。この中だと、もう当然一番上ですね。星のカービィ誕生。ここから全てが始まった偉大な歴史のスタートです。カービィが寝ている。
はい、じゃあ中見ていきましょうか。ここでね、A ボタンじゃなくて、なんだこれ、2か。2のボタンを押すと、カービィが吸い込むんでね。これをね、はい、中に入れると。1992年。で、1992年に発売されたトピックとして2つありますね。これが、星のカービィと星のカービィコミックスとあるので、まずはじゃあゲームの方。はい、星のカービィね。星のカービィ4月27日発売ゲームボーイ。星のカービィシリーズの第1作。カービィは吸い込んだ敵を吐き出して攻撃する。焼き芋や激辛カレーなど攻撃用のアイテムが冒険を助けるという感じになってますね。はい。で、これでパッケージが選択できるんで、選択してみましょう。そうすると、はい、この2で拡大して、パッケージをね、十字キーで回転させて、360度見ることができるという感じですね。これはゲームボーイ版のパッケージね。いやー、懐かしいね、この感じね。で、ちょっと文字がかすれてたりするんで、まあ、なんて書いてるかまでの詳細とかまではわかんないんだけど、そうだ、2でここまでしか拡大しないからね。はい、見れますよと。はい。でね、この動画もね、見れるんで、ちょっと動画見てみようか。これが星のカービィのそのゲームの紹介動画みたいなやつですね。はい。でね、このゲームね、まだやったことないんだよな。最初に俺がやったのってファミコン版なんで、このゲームボーイ版ってね、触れてないんだよな。で、多分この当時はまだコピー能力を持っていない。そうだね、下のところにも書いてあって、吸い込んだ敵を星型爆弾にして吐き出すというシンプルな攻撃やって書いてあるから、まあ難しい場所でも、飛んで回避ができる。そう、空飛べたりとかするんで、でもこの当時はまだコピー能力なかったと思います。次のこの2作目の続編の、ファミコン版ね、そこでカービィのコピー能力っていうのが初めて初登場してるはず。はい、みたいな感じでね、やってますと。ちょっとね、このゲームはね、やりたいんだよね。また後日やりましょう。はい。で、まあ、このゲームを遊ぶっていうところで、これね、このゲームを遊ぶことができるんですけれども。はい。で、次、コミックね。コミックの方も見てみましょう。これが星のカービィコミックス。小学1年生から小学3年生、小学館にて、1992年から2009年にわたり連載。カービィとデデ大王たちによる温かく賑やかな物語。単行本1から12巻単行中という感じですね。単行本こんな感じですね。ちゃんとね、ゲーム以外の媒体のやつもこうやって、紹介してくれるといいですね。で、この後ろの背拍子のところにはこれあれ書かれてるね。このリック、カイン、なんだっけ、リック、カイン、クーみたいな感じだったかな。そうだ、その仲間、カービィの仲間の3体ね、いますよと。はい。で、これね、漫画もね、第1巻、第1話を読むっていうね、この選択肢はあるんだけど、ちょっとね、漫画に関しては著作権が厳しいんで、ちょっとここはさすがに読むはやらないようにしようかなと思ってますと。で、まあ、中身的にはね、ちょっとカラーで書かれてて、第1巻、第1話のしか見えないから、あれなんだけど、全編的にカラーで書かれてて、可愛い感じのギャグ漫画なのかな、これは。だな、でしたね。なので、気になる方は自分でこの漫画買って見てみてください。はい。というわけで、じゃあ、どんどん先進みますよ。はい、次は1992年ですね。1992年のトピックとしては、はい、こちら、ニューファミコン発売されてますね。ニューファミコンってやつは、ファミリーコンピューターの、なんつうの、後継機というか、上位機種版ですね。ファミリーコンピューターってね、当時テレビとつなげるときに、その白いケーブル、なんつうの、RF ユニスイッチっていうやつがあって、それでテレビとつないでたんですけど、今みたいにね、そのテレビに端子を挿すとかじゃないんだよな。なんかケーブルを差し込んで、ネジ回して、そのケーブルを挟んでみたいな、なんかちょっとね、よくわからんやつだったけど、子供にはね、難しいんだよ。接続とかできないんだよね。だけど、このニューファミリーコンピューターになって、AB ケーブル、赤、白、黄色のやつ、3色ケーブルありますね。あれでテレビにつないで、ブラウン管テレビね、ブラウン管テレビにつないで、ゲームをプレイすることができるという感じだったんで、このニューファミコンに関しては結構需要はあってね、まあ、うちはね、このニューファミコンじゃなかったんですけど、まあ、ばあちゃん家にね、通常版のファミコンがあったんで、それでやってたりしたんですけどね。はい、じゃあ中見ていきましょう。はい、こちら93年も2つありますね。星のカービィ、夢の泉の物語と、カービィのピンボール。はい、というわけで、じゃあ1個。
ずついきましょう。星のカービィ夢の泉の物語3月23日発売ファミリーコンピューターシリーズ初登場となった24種類のコピー能力がカービィのアクションをより多彩にしたシンプルな操作が特徴のサブゲームも3種類を収録と。はい。で、ね、書いてあってね、初登場、コピー能力が初登場って書いてあってね。はい。まあ、パッケージはこんな感じですね。すごい。これはね、やってたわ。ファミコン版、これ持ってたというか、バーチャルにあった。これはやってた。いやー、いいね。はい。で、じゃあ、動画ね。これがね、夏いんだよ、この絵描き歌。これいいよ、この絵描き歌に。これね、懐かしいよね。これ、小学校の休み時間とかでさ、みんなでやってたよ。この絵描き歌通りに自由帳に絵描いてさ、っていうのをね、やってて懐かしいな。これは懐かしいですね。で、多分ね、ミニゲームとかもね、あるよね。クレーンゲームだったりとかさ、なんかいろいろそういうミニゲームがあったりとかして、このね、夢の泉はね、面白いですよ。はい。で、これもね、このゲームを遊ぶことができるんで、ちょっとどんどんいきますよ。で、カービィのピンボールね。はい、カービィのピンボール、11月27日発売、ゲームボーイ。ボールのカービィや敵や仕掛けで、いっぱいのステージを跳ね回る。各ステージの最上段では、カービィを待ち受けるボスとの対決となる。はい。いやー、来ましたよ、ついに。カービィのピンボール。これね、カービィのピンボールは、当チャンネルでもね、過去にやりましたね。これね、プレイしてる動画があるんで、まあそちらまだ見てることないよっていう方いらっしゃいましたら、そちらもぜひ見てみてください。はい。で、映像見てみようか。いい、カービィピンボール。いいね。これね、あまりにも難しいんだよ、このゲーム。難しすぎて。カービィのピンボール始まりましたね。これもね、仕組みというかシステムがね、ようわからんな。一応最上段にボスがおるよとかって言うけどさ、最上段にボスがただおるんじゃなくて、なんかね、やる必要があるんだよな。なんかをやって、その条件を満たしたらボスが出てきて、で、ボス出てきたんだけど、出てきた後に一回下のステージに落ちたら、また一からやり直しとかね。みたいな感じでさ、くそむずいんだよな。ほら、ここもさ、もうボスいねえじゃん。このステージの中で条件を満たさないといけない。もうこれとかもさ、太陽の月でしょ。太陽の月のやつで、なんかしないといけないんだよね。太陽をまず倒して、月を全部倒して、やったら、その状態でじゃあなんか出てきてみたいな。もうね、難しすぎるよ、このゲームは。ちょっと、これはきついよ、このゲームは。ボスと戦ってる。これボスだろうな。はい。まあ、というわけでね、カービィのピンボールもありますよ。で、ちなみに、カービィのピンボールに関しては、このゲームをプレイするっていうね、下側に、ボタンがあったけど、あれが出てないね。あくまでこの、最初に冒頭で紹介した6作品はゲームプレイできるけど、それ以外はできないよ、という感じですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。次、1994年。はい、1904年ですね。こちらも2つあるかな。カービィボールと星のカービィ、デデデデプププナ物語。はい、ではカービィボール。カービィボール9月21日発売、スーパーファミコン。ボールになったカービィをショットして敵を倒しながらカップインを目指す。対戦プレイではお互いに敵を倒してポイントを競う。ありますね。はい、これがカービィボールですね。これはね、スーパーファミコンは持ってたわ。これうちにあった。これやってた。これはね、まあ面白いんだけど、これもね、ちょっとね、難解だよ。難しい。システムを理解するのがちょっと難しい系のやつ。はい、動画見てみようかな。はい、どんな感じかというとね、まあ、ミニゴルフというか、ビリヤードというか、まあ、そんな感じのゲームですね。そう、なんかこうやって選んで、強さを選んで、弾いて、敵を、ステージ中の敵を1体以外全部倒したら、その最後の1体のやつがゴール、穴になるから、で、そこに入ったらゴールみたいな感じなんだけど、これ結構むずいよね。このゲームむずいと思うよ。むずいんだけど、結構ね、面白かった印象ある。だから大人になって改めてやると、面白い、なんかより楽しめる可能性は秘めてる。ね、このゲームね。はい。ちょっといずれまたやりたいゲームですね、これはね。はい、次はこれコミックね。星のカービィ、デデデデプププナ物語。月刊コロコロコミック小学館にて1994年から2006年にわたり連載。1
ページにつき1つ以上の笑いが盛り込まれたギャグ漫画。単行本全25巻。はい。ということですね。これ漫画コミック、これね。で、この感じなんだけどさ、これさ、この表紙はあんま記憶にないんだけどね、この背表紙でめっちゃ記憶にあるんだよ。見覚えがある。これ多分ね、うちの家の本棚にね、あった、この本。中身はね、あんま覚えてないんだけど、この背表紙だけなんか強烈に覚えてんだよな。でも多分ね、見てたはず、これ。まあ、見てたと思う、当時はね。で、さっきここで、まあ、見れるんで、中身見てみたんだけど、まあ、なんかちょっとね、ギャグ漫画でやっぱり面白かったですよ。はい。なので、こちらもね、中身気になる方は、本を買って読んでください。はい。はい、じゃあ次、1995年。はい、1995年としてはトピックね、これが2つありますね。はい、まずはサテラビュー発売、衛星放送受信サービスが開始とありますね。はい、こちら、サテラビュー95年発売されていますと。で、サテラビューっていうのが何かっていう、まあ、聞き覚えない方もいるかもしれないですけど、まあ、この写真出てるね、もうすでにね、スーパーファミコンにね、合体させてるパーツ、この下側にね、あるやつあると思うんだけど、あれがサテラビューね。で、これはスーパーファミコンで衛星データ放送サービスを受信するための周辺機器ですね。まあね、すごいよ。空からゲームデータが降ってくるっていうね、ものすごい近未来感あるよね、そんなのね。で、ラジオ放送とゲームがリンクしていて、まあ、音声連動ゲームと呼ばれている感じですね。まあ、サテラビュー専用ゲームとしては BS ゼルダの伝説とか BS スーパーマリオコレクションとかね、専用ソフトがありますと。なんだけど、まあ、これね、ぶっちゃけ持ってる人、当時、周りにおらんかったね。少なくとも俺の周りにはおらんかった。だから、これ、リアルタイムでこれ体験してたよっていう人、結構どれだけいるのかわかんないんだけど、もしいたら、それだいぶ貴重な体験だと思うんだよな。もうこれ、無理だもんね。もう BS 放送が多分、もう今、仮にね、中古でこれ手に入れたとしても、この本体を。もう無理なんで、その BS ゼルダの伝説をやるとか、BS スーパーマリオコレクションやるとか、多分そういうことできないと思うんで、これに関してはだいぶ、もう羨ましいですね。当時リアルタイムできてた人が。はい。っていう素晴らしいハードがありますと。これは俺も体験したことない。はい。で、次のトピックが、これ、バーチャルボーイ。バーチャルボーイ発売。いいですね。このバーチャルボーイね。これがどんなゲームかっていうと、まあ、覗き込んで、このね、ゴーグルタイプのやつだから、自分で覗いて、コントローラーでね、やるんだけど、これがね、裸眼で立体映像のゲームをプレイできる。まあ、3DS みたいな感じね。もう裸眼でね、立体の、なんか浮き出てるような 3D な、みたいなね、やつが見れる。もう、これもね、近未来のゲームハードですね。いや、こいつはね、本体持ってるんですよ。持ってるんですけど、ソフトがね、よろしくない。恵まれなかったね、ソフトにね。最終的にバーチャルボーイ用ソフトとして発売されたのが、19タイトルなんですけど、まあ、19タイトルしかなかったんですね、ソフトが。なのでソフトに恵まれなかった悲しいハードですね。で、しかもね、ゲームプレイにもちょっと支障が出る難点っていうのがいくつかあって、まあ、ゴーグル型でね、覗き込んでプレイしているっていう、まあ、独自のプレイスタイルなんですけど、その、テーブルの上、机の上にそれを置いて覗き込んでとかだから、まあ、普通にね、腰が痛くなったりとかもあるし、モニター、メガネの部分にね、息がね、かかって曇るんですよ。まあ、言ったらなんかメガネかけてラーメン食ってるみたいな感じ。メガネかけてラーメン食ってたら曇ってさ、何も見えなくなるじゃん。もうゲームプレイしてたらあんな感じなんだよ。もう曇ってさ、画面が何も見えないみたいな。だからもうそれを避けるために息を止めてプレイしないといけないっていうね。そういう本末転倒な感じでしてね。なのでちょっとよろしくなかった。だけど、サウンドに関してはめちゃくちゃ良かった。覗き込んだところにスピーカーがついてるんで、その両耳にね。もうそこからもうステレオでこう音が流れてくるから、もうなんか 5.1 ちゃんサラウンドなんじゃねえかぐらいの、もうバリバリのね、いい良質なサラウンドでした。音響はね、良かった。っていうのは素晴らしかったですね。はい、任天堂ハードの歴史はこれぐらいにして、中身見ていきましょうか。1995年。はい、こちらは星のカービィ2とカービィのブロックボールになってますね。はい、じゃあ星のカービィ2。はい、星のカービィ2、3月21日発売、ゲームボーイと。でカービィが新登場の仲間、リック、カイン、クーたちと合体する。さらに7種類のコピー能力との組み合わせにより、攻撃の幅が広がるという感じでやってますね。はい、こちらがパッケージと。これね、持ってなかったんだけど、このゲームね。このゲームは持ってなかったんだけど、まあ、友達ん家ではやってたね。友達ん家行ったら、
持ってたんで、友達が。やらせてもらってはいた。はい。で、これがリックとカインとクーっていうね、その3体の仲間いますけど、動物の。それが初登場したのはここからですね。星のカービィ2からですね。で、前作から、あれかなコピー能力がね、減ってるんですよ。7種類。前作いくつだっけ ?26 とか25とかそれぐらいだと思うけど、まあ7種類に減っていると。なんだけど、リックとカインとクーと合体した状態だとまた変わるんで、その、コピー能力の効果が。なので実質、3×7 で、まあ、カービィの状態もあるから 4×7 か。4×7 の28種類のコピー能力が使えるよってなってるんで、まあ一見ね、前作よりもコピー能力の数が少なくなってんじゃねえかって思われるけど、実質は増えてますよという感じですね。はい。まあこれもね、このゲームを遊ぶで、いずれでやれるような状態ではあるんで、まあいつかね、やれたらいいなと思ってます。はい、じゃあカービィのブロックボール。これが12月14日発売、ゲームボーイ。ボールのカービィでブロックを壊し、敵を倒しつつステージを進んでいく。4種類のコピー能力を使うことで多彩なアクションが可能となると。はい。カービィのブロックボールっていう感じですね。これは、ブロック崩しかな？これね、このゲームね、やったことないんだよな。存在は知ってるけど。動画見てみようか。ブロック崩し系のやつのはず。ステージセレクトがあるんだな。ステージ1って書いてある。あ、ほらほら。ブロック崩しや。多分なんか、ブロック崩しってことは、まあそうだよね。ちょっと動きは早いけど、なんかね、今んところよ、これ見ただけだと、カービィのピンボールよりは簡単なんじゃないかなっていう気はする。実際はわからんけどね、やってないからね。まあちょっとこれもね、いずれやってみたくはありますね。はい、ブロック崩しのゲームでしたと。はい、じゃあ次行きましょう。1996年。1996年のトピック。はい、ついに来ましたね。これは任天堂64発売。満を持して発売ですね。この当時はね、まだまあ普通に子供小学生とかだったんで、もう任天堂64自分の金で買うとかね、そんなことできなかったんですよ。まあ言うてね、親に買ってもらうとかだったんだけど、まあこれ買ってもらっていいはしたんだけど、その当時の本体価格がさ、25,000円なんだよね。で、かつ、まあ本体買ったらさ、当然ソフトも一緒に買うじゃん。で、ローンチソフトで出てたのがスーパーマリオ64がね、ローンチソフトの出たなんだけど、そのソフトが、まあ、9800円。まあ、スーパーファミコンもそうなんだけど、だいたい1万円前後なわけ。この時代のカセットのゲームっていうのは。だから、まあ、25,000円プラス9800円なんで、35,000円ぐらいぐらいはね、かかってるはずなんだよね。っていう高い買い物をね、まあしてもらったんだけれども、まあ今思うとありがたいですよね。それでね、買ってもらって。まあ当時はそんなん別にね、ありがとうぐらいだったけどさ、大人になってわかるよね、そういうありがたみがね。はい。でね、まあ任天堂64はスーパーマリオ64の他にも、あとにはね、ゼルダの伝説、時のオカリナだったりとか、バージョンとカズイの大冒険だったりとかね、ゲーム史に残る名作をね、たくさん輩出した名機なんですね。名ハードですと。で、まあ、当チャンネルでも、バージョンとカズイの大冒険、通称バンカズはね、プレイしてるので、まあ、つい最近ね、プレイが終わったところなんだけれども、やってるので、まだね、そちら見たことないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらも見てみてください。はい。じゃあ、カービィのスーパーデラックス、行きましょうか。星のカービィスーパーデラックス3月21日発売スーパーファミコン。さっきも3月21日やったよ。8種類のゲームをオムニバス形式で収録。カービィとヘルパーによる2人同時プレイでは協力や競争を思いのままに繰り広げられると。はい。いやー、来ましたね。星のカービィスーパーデラックス。これね、これ当時持ってたわ。これスーパーファミコンは。これ。持ってたし、めっちゃやってたね。多分これ結構ね、やり込んでると思うよ。なんか達成率みたいなのがあったけどさ、何%みたいなファイルセレクトのところで。あれ100とかなんかそれぐらいまではやった気がすんな。まあでも当時やったぐらいでやり直したりとかはしてないから、その後。あんまり記憶が忘れてんだけどね。はい。動画。オープニングこんなんだったっけ？なんかすごい 3D っぽい感じられてる。いいね、スーパーファミコンでね、こういう疑似 3D 空間を演出するの好きよ。
8種類のゲームをオムニバス形式で収録。そうそう、ほらね、春風と共にとかさ、こういうの好きよ。このオムニバス形式でいろんなゲームをプレイしていけるっていうのが、そういうのが面白いですよね。これもね、そのうちプレイしたいゲームですね。はい。はい、というわけで、ちょっと、はい、このゲーム遊べるんで、いずれやりたいところですね。はい、じゃあ次、1997年。1997年は、ゲームじゃないんだけど、トピックとしてはこれね、消費税ね。消費税が 3% から 5% になりましたと。でね、まあこの当時は普通にさ、まだ子供だからさ、自分でなんか買って、使って買うみたいなことしてないから、消費税何パーとかそんな気にしたことなかったんだけど、まあ今ね、大人になって振り返ってみれば、あれだね、すごいよね。今もうなんか 10% だからね、そっからすればさ、3% ってだいぶ少なくないって思うけどね。はい、じゃあ中行きましょう。カービィのキラキラキッズ、1月25日発売ゲームボーイと、次々に降る星ブロックを仲間ブロックで挟んで消していく。連鎖で消し続けるとご褒美が増え、通信対戦では相手への攻撃になると。これもね、ソフト見たことあるんだけど、やったことないんだよな。カービィのキラキラキッズ。落ち物系、説明的には落ち物パズルっぽいよね。はい、ちょっと見てみましょう。落ち物パズル、カービィのキラキラキッズ。ほらね、落ち物パズル。あれか。リックとカインとクーの間に、挟んだら消えるみたいな感じ。ぷよぷよみたいにさ、繋がってても消えるし、間に星があったとしても消えると。で、連鎖したね、今ね。2連鎖したみたいな。そういう感じですね。そういう感じの落ち物パズルゲームです。はい。じゃあどんどんいきますよ。次が1998年。これがスーパーファミコンの星のカービィ3。トピックは、あれね、2つあるね、これね。スーパーファミコンジュニアと、星のカービィ3が同時発売。はい。で、スーパーファミコンジュニアですね、発売されました。スーパーファミコンジュニアっていうのが何かっていうと、これはまあ、スーパーファミコンの廉価版ですね。まあね、さっきにニューファミリーコンピューターっていうのがあったけど、スーパーファミコンジュニアに関しては、そんなにね、欲しいなって思わなかったね。まあ、ニューファミコンの時は RF スイッチだったのが AV ケーブルに変わったっていうね、もうすごい訴求力があったんだけど、スーパーファミコンジュニアに関しては、そのレベルのね、訴求力がないんですよね。あくまで、スーファミを持っていない人に向けた、買いやすくしましたよみたいな感じの本体ですね。だから、スーファミを持ってるよ、すでに持ってるよっていう人は、新しくもう1台買おうっていう感じにはならない。2台持ちするほどの魅力は特にはなかったかなっていうのが正直な感想ですね。はい。で、あとはゲームボーイカラー。ゲームボーイカラーも発売されました。これね、白黒だったゲームボーイがね、ついにカラーになったんですよね、この時に。まあ、これまではずっと白黒だったからね。なんだけど、携帯ゲーム機、同じ携帯ゲーム機でいうと他社から出てるハードですね。まあ、セガからは1990年に発売された携帯ゲーム機のゲームギアだったり、まあ、同じく1990年に発売されたのは NEC から発売された携帯ゲーム機 PC エンジン GT などね、他にもあるんですけど、そいつらに関してはもうその時点ですでにカラーなわけですよ。カラーで発売された。で、任天堂だけ白黒だったみたいなね、感じだったんですけれども、まあ、任天堂もね、8年遅れて、ようやく携帯ゲーム機をカラーに対応したっていう感じですね。それが1998年のゲームボーイからやりましたと。で、まあ、後発ではあるんですけれども、後発である分、まあ、電池の持ちが良くなってたりとかね、ゲームボーイとの広報互換が持たされているとかね、そういういい点が多いんで、まあ、一概には、まあ、いい悪いとかはないですね。はい。まあ、広報なりの良さはあるという感じです。はい、じゃあ、星のカービィ3。星のカービィ3月27日発売スーパーファミコンナゴ、チュチュ、ピッチの登場で仲間が6体になり、カービィやコピー能力との合体が豊富になった。グイとの協力プレイも可能。仲間が増えてんだな。もうね、わからんし、3体のリック、カイン、クーまではわかるよ。だけど、もうナゴ、チュチュ、ピッチ、これね、知らないな。だからもうね、この辺からね、俺カービィやってないんだよね。多分、スーパーデラックスまでかな、やってたの。まあ、全部やってるわけじゃないんだけどね。なので、この辺で仲間が増えたっていうのも今知ったわ、初めて。ここいたんだな。星のカービィ3。はい、ちょっと映像見てみるか。仲間めっちゃおるやん。これ今も出てんのかな。最新のやつとかでもこいつら出んのかな。映像はね、すごい綺麗ですね、とってもね。これね、スーパーファミコンの中でもだいぶ綺麗な方だと思いますよ。やっぱこの映像が面白そうなやつはやってて楽しいですからね。いいね。こういうの好きよ。これちょっとやりたいね。
まあ、これもね、このゲームを遊ぶ対象作品なんで、やれるんでね。はい。いずれやりたいですね。はい、じゃあ次。1999年。1999年のトピックですが、国内のインターネット利用者が2000万人を突破ということですね。まあ、2000万人って聞くとね、これ多いのかなって思うけどさ、多いのか少ないのかよくわからん。まあ、少なくとも、この当時に自分の周りでインターネットを普通にね、プライベートでインターネットを引いてるよ、家に、みたいな人はいなかった。ガチで、これに関しては。インターネットが使えるっていうのは、学校のパソコンとか、まあ、親の友達の大人のね、大人の家で、なんかそういう家があるよとか、そういう一部の箇所でしかインターネットっていうのは使えなかったんで、2000万人を突破とは言っても、そんなに一般家庭に復旧してるわけではなかったというふうに思ってます。はい。じゃあ中に行きましょう。カービィのキラキラキッズ、6月25日発売、スーパーファミコン。ステージをクリアすると物語が展開していくお話モードを追加。対戦プレイではプレイヤーたちの勝敗などの対戦成績を記録できる。はい、らしい。これさっきあったね、カービィのキラキラキッズ、ゲームボーイで発売されてた、あれのスーパーファミコンにアップグレードした版だね。で、お話モードを追加ってなってるから、ただ単純な、あれかな、落ち物パズルじゃなくて、なんかそこにストーリーとかが追加されたよみたいな感じかな。まあ、スーパーファミコンなんでね、映像も綺麗になってるね。あ、これか、ストーリーモード。あ、いいじゃん。こういうストーリーモードがありつつ、落ち物パズルもやりつつみたいな感じなんだろうね。飛べなくなった星くん。あ、星くんのかけら場所。あ、早い。ちょっと字幕スピード速いな。あ、これさっき見たやつだね、やっぱりね。はい。ルールは変わってないな。間で、挟んだら終わり、みたいな、クリア、みたいな感じで。はい、らしいですね。これもストーリーモードもちょっと面白そうですね。はい、次2000年。2000年です。で、2000年のトピックとしては、2000円札と新500円硬貨が発行。2000円札出たのここか。まあね、一瞬で消えたね、2000円札ね。今の世の中のどっかにあるんだろうな、2000円札が。埋もれてるんだろうね、今の世の中はね。少なくとも自分の財布の中には入ってないですね。はい、じゃあこの2つ。星のカービィ64、コロコロカービィ。はい。星のカービィ64、3月24日発売、任天堂64。コピー能力を合体させるコピー能力ミックスが新登場。2つの能力で特徴を混ぜ合わせるため、強力で意外性に富むアクションを発揮する。また複雑なことしてくれな。コピー能力×コピー能力で新しいやつを生み出すってこと？すごいね。映像。これね、当時やりたかったんだけどさ、シリーズもののサガなんだけどさ、これね、2とか3とかまともにやってないんだよね。だからさ、まあ、これ言ってみりゃ、順番的には4じゃん。星のカービィ4、4か違うな、5か。5じゃん。星のカービィ5だから、いきなりね、ここからやっちゃダメじゃね。それやっぱりさ、1、2、3、4順当にね、やっていきたいから。っていうことでね、当時手を出さなかったんだよな。まあ、シリーズものはね、飛ばさずに1から1から順番にやっていきたいっていうね、タイプの厄介なオタクなんで。はい。まあ、今となったら全然ストーリーとか進んでなさそう、共通というかなさそうだから、まあ、いいと思うんだけど、ここからやったとしても。デデデ大王と共闘してるのか。なんかちょっと面白そうよね、この 3D 空間の任天堂64チックな感じがある。いいじゃん。これもね、そのうちできますね。このゲームを遊ぶでね。はい、じゃあ次、コロコロカービィ。コロコロカービィ、8月23日発売、ゲームボーイから、ゲーム機本体を傾けてステージ上のカービィを転がす独特の操作方法を採用。5種類のミニゲームを傾けたり、振ったりしてカービィを操作すると。はい、来ました、コロコロカービィ。これね、これちゃんと書いてんだね、パッケージの裏に。ゲームボーイ本体を動かすよ、つってね。これね、いろいろちょっと話題になってますね。いろんな意味でね。これゲームキューブのゲームボーイプレイヤーにこのソフトを挿して、コロコロカービィをプレイするっていうね、動画とかがね、あって面白いんですよね。いやもうゲームキューブの本体ってあれ単体で2キロとかそれぐらいまであるから、で、かつゲームボーイプレイヤー挿したらもっとより増えるから、こんなんね、振ってゲームしてたらね、筋トレよ。ゲームじゃなくて、もはや。で、これはね、確か Nintendo Switch Online でも配信されてると思うんで、まあ今からでもプレイしやすいタイプのゲームではありますね。
ただ実機でやろうとした時に、実機だとね、ちょっと大変なんですよ。これ、本体を動かす系だから、実機のゲームボーイカラーでやるんならまだいいんだけど、まあ、ゲームボーイアドバンスね。ゲームボーイアドバンスも一応いけるんだけど、まあ、この後にね、出てくると思うんですけど、そのゲームボーイアドバンス SP、まあ、ゲームボーイアドバンスにもね、いろいろ種類があって、ゲームボーイアドバンス、通常、SP、ミクロとかね、いろいろ種類があるけど、そのうちのゲームボーイアドバンス SP とかだとやれないんですよね。挿入、カセットを挿入する位置が上からか下からかっていう違いがあるんで、まあ今まで上だったんだけど、SP は下からなんで。というわけで、このゲーム自体も振った時に上下左右が反転されて、まともにゲームがプレイできないみたいなね、ことになるという感じのゲームですね。なので、まあ、Nintendo Switch オンラインでスイッチでやるのが一番適してんだろうな。今の時代はね。間違ってもゲームキューブでやらないようにしてください。良い子のみんなはやらないようにしましょう。はい。じゃあ次は2001年。はい、2001年の出来事。はい、もうここも2つあるじゃん。ゲームボーイアドバンスと任天堂ゲームキューブ。はい、ゲームボーイアドバンスが発売されました。ゲームボーイアドバンスはね、ほんと衝撃だったよ。ここまで高品質のゲームが、携帯ゲームでプレイできるっていうのがね、すごくね、素晴らしい印象に残ってますよね。ゲームボーイからゲームボーイカラーの時っていうのは順当にね、進化してる感じだったんだけど、ゲームボーイカラーからゲームボーイアドバンスになった時っていうのは、もう技術がね、ものすごく飛躍してたんで、もうね、言うてみれば普通にスーパーファミコンクラスのゲーム、スーパーファミコンを外でプレイできるみたいな、そういう感覚なんでね、これ相当すごかったですよ、ゲームボーイアドバンス。はい。で、そしてゲームキューブが発売ですね。まあ、ここからね、メディアがカセットからディスクに移り変わった感じですね。で、ディスクになったことによって映像表現の幅も広がって、ゲームのレベルっていうのがね、大きく進化したなという感じですね。もうディスクっつってもさ、ちっちゃいんだよ、ゲームキューブのディスク。8センチ CD、8センチ光ディスクのちっちゃいやつなんだけど、そのちっちゃい領域にね、あそこまでの情報が書き込まれてるのかっていうのはね、結構衝撃的でしたよ。で、ちなみに、松下電機産業より DVD 再生が可能なゲームキューブっていうのが発売されてます。まあ、それのコードネームはマーメイドって呼ばれる正式名称 SLGC10 っていうハードなんですね。まあ、愛称の Q またはマーメイドと呼ばれることがほとんどなんで、正式名称ではあんまり言われることはないですね。まあ、そいつはね、たまにハードオフとかで見かけるんで、まあ、そういう中古ショップとかに行かれた際には、ないかなっつって、マーメイド置いてないかなっつって探してみるのも面白いと思いますよ。ちなみにね、プレミアがついてるプレミアハードなんで、価格ももちろんプレミアです。はい。というわけで中に行きましょう。はい、ついに来ました。星のカービィテレビアニメ。2001年10月から2003年9月にわたり放映された全10話のテレビアニメ。日本だけでなく世界各国でも放映されております。はい。こちら来ましたね。これがアニメカービィですよ。これね、当時リアタイしてたわ。この朝の時間にやってたんだよね、これね。土曜日の朝、まあ通称ド朝の7時半から8時の時間で放映されてましたね。もうね、このアニメの OP 曲とかさ、めっちゃ好きでさ、カラオケとか行くとたまに歌うんですよ。めっちゃいい曲なんでね。カービィマーチっていう曲なんでね。はい、皆さんも覚えてください。はい。で、このゲームでは、第1話、そして第60話、第72話、このね、3つの話が見れる。まあ、収録されてるんでね、このゲームの中にね。もうお得ですよ。で、しかもね、オープニング、エンディングも含めて、ちゃんとフルサイズのやつが入ってる。1話の一部だけ切り取ったダイジェストとかそういうのじゃなくてね。それがもうほんとすごい。もうフルサイズで見れるからね。いやーもうすごい。でね、やっぱね、久しぶりに見てみたんだけどね、面白いわ、このアニメ。もうね、ちゃんとまた1話からもう順番にこう2話、3話つって見ていきたいなっていうぐらい。でね、まあね、このアニメなんですけどね、残念ながらやっぱりね、この漫画と同じで、ここではね、流せないんですよね、著作権の関係上。まあ、なので、気になる方は、ブルーレイボックスを買うか、まあ、もしくは、お近くのレンタルビデオ屋で、まあ、DVD なり、VHS なりを借りて見てみてください。で、ブルーレイボックスは、まあ、出てるんだけど、まあ、ブルーレイボックス5万円ぐらいかな。まあ、ちょっとそこそこ値が張るんで、まあ、ちょっと大変なんですけどね、高いんでね、はい、見てみてください。はい、いいね。アニメカービィね。はい、じゃあ次、2002年。発売。行きましょう。星のカービィ夢の泉デラックス。10月25日発売。ゲームボーイアドバンス。星のカービィ夢の泉の物語のリメイク。協力プレイでは4人のカービィたちによる4者4様のコピー能力アクションが展開されると。
はい、ゲームボーイアドバンス来ましたね。ここからね、星のカービィ夢の泉のデラックスとなっておりますよ。これがファミコン版の夢の泉のリメイクかなっぽいね。まあね、自分はね、これやってないんで、ちょっとわかんないんですけど、ちょっと見てみようか、映像を。カービィがいっぱい出てくる、タイトルで。リメイクってさ、ここに来るまで、ないというか、あれか、1個はスーパーファミコンの落ち物のやつだった。キラキラキッズが移植、まあリメイクと呼んでいいのか、あれやけど、移植みたいな感じだけど、まああんまりないよね。過去作をリメイクして、別ハードでリメイクするっていうやつ。まあこれから先があると思うんだけど、ここに来るまではあんまりなかったな。で、やっぱりね、アドバンスになったことによりグラフィックがいいですね。元がファミコンなんでね、ファミコンからすればだいぶ綺麗になってる。はい、面白そうな感じですよね。まあ、リメイク作品なんでね。はい、じゃあ次、2003年。2003年は、ゲームボーイアドバンス SP。これが発売されてますね。アドバンス SP はゲームボーイアドバンスの上位機種に当たります。まあね、ここから乾電池が廃止されて、リチウムイオンバッテリーになりました。まあ、リチウムイオンバッテリーなんで充電して使えるやつですね。普通にね、電源さして。もうこれでね、今馴染みの形式ですね。もう任天堂 DS とかもね、もうそのタイプなんで充電して使えるよっていうやつ。まあ、ここからちょっと時代がワンランク上に上がった感じですね。でね、かつ、このゲームボーイアドバンス SP の何がすごいかって、ライトがついてるんですよ、画面に。画面にライトがついてるのは大きい。まあ、今までのね、それまでのアドバンスまでのハードにはライトとかついてなかったんで、もう暗いところ、もう部屋が暗かったりとか、寝る前とかでやると無理なんですよね。画面が見えないから。っていう感じだったんですけど、ここでライトがついたことにより、どんな環境も、酷な環境でもゲームプレイできるようになったっていうのはね、これはもう大変助かる改良ですね。素晴らしい。はい。カービィのエアライド、7月11日発売、ゲームキューブ。エアライドマシンの操作方法はシンプルだが、動作は多彩。性能の違うマシンの選択とコピー能力を使うタイミングがレース展開を左右する。はい、来ました。カービィのエアライド。これね、もうね、ある意味一番有名なカービィのゲームなんじゃないかっていうね、気はしている。ゲームキューブの、ゲームキューブって比較的ね、プレミアソフトが多いんですよ。まあ、古いハードだから。なんだけど、その中でもだいぶ上位に食い込むんじゃないかっていうぐらいの、上位の方に位置するプレミアソフトですね。エアライドに関しては。でね、このゲームはね、自分持ってなかったんだけど、これね、友達が持ってたんで、その友達と遊ぶときはね、結構遊んでたね、このゲームでね。ただね、友達と遊ぶときにやるゲーム、友達ん家に行ったときに遊ぶゲーム、あるあるなんだけど、それってね、自分でやってないんで、自分でもっと自分でやってるやつじゃないから、もうね、遊ぶときにしかね、やらないんで、絶対ね、上手くないんですよ。友達の方が上手いで、ゲストとして参加してる側はさ、全然上手くないみたいな感じなんでね。やっぱね、それだとね、面白くないじゃん、それだと。ね、このゲームもね、そんな感じだったんだけど、ちょっとね、自分が所持して、ちゃんと自分のゲームとしてプレイして、ちゃんとやるっていうのをね、やりたいね。なんかね、ここもなんかこのドリフトみたいなのしてるけど、なんかこの辺が複雑だった気がする。ちょっとこれ自分でプレイしないでよくわからんけど、これもね、まだいずれやりたいゲームですね。じゃあ次行きましょうか。はい、2004年です。2004年といえば、はい、もう任天堂 DS 発売。こちらでしょうね。自分は最初に買った DS は DS ライトなんで、この時まだ DS 本体買ってないんだけど、この当時ね、結構品薄で手入らなかった印象があるんだよね、任天堂 DS。任天堂スイッチが出た当初とかさ、品薄売り切れで買えない人が続出とかね、っていう感じだったじゃん。あれっていうのはもうこの時代から続いてんだよね。任天堂 DS の当時、2004年、この辺もね、時もそんな感じだったね。今がいいのはね、昔がいいのは、今みたいにその転売屋みたいな、そういう奴らがおらんので、そこはちょっとね、おらんかったんだね、当時はね。そこが良かったね。なんかメルカリとかさ、そういうので個人が売買するみたいなのができんかったから、ゲームショップでしか取り扱ってないみたいな時代だからね。いや、それはね、ほんと良かったと思うよ、当時の方が。はい。星のカービィ鏡の大迷宮、4月15日発売、ゲームボーイアドバンス。カービィは手持ちの携帯通信機で仲間のカービィたちを呼べる。合流した4人は力を合わせて手強い敵や難しい仕掛けに立ち向かっていくと。ゲームボーイアドバンス用ソフトですね。
これは本編シリーズかな、カービィの。星のカービィ64に続く連なる本編シリーズですね。はい、ちょっと映像見てみようぜ。タイトルでまたキャラがいっぱい出てくるやつや。前回はカービィだけだったけど、ちょっと増えたらいろんなキャラがいっぱい出てるね。大迷宮は9つのエリアで構成されておりって書いてるね。エリアいろいろあるんだな。プレイヤーごとに自由度の高いルート開拓が可能。なるほど。ああ、いいね。その何メトロイドバニア系ってこと？いや、面白いじゃん。そういうの俺好きよ。そういうなんか探索する系のね、やつ好きだから、ちょっとこのゲーム好きかもしれんな。まあ、この辺のね、テンプレイできるやつに入ってないんで、ちょっとアドバンスでやるしかないんだけど。はい、じゃあ2005年。はい、こちらね、2005年来ましたね。ゲームボーイミクロですね。ゲームボーイミクロはね、これ当時購入見送ったんだけど、まあ今やね、もうプレミアが加速しちゃってね、逆に欲しいぐらいになっちゃったけどね。まあ画面がちっちゃすぎるから、ちょっとプレイするんだったらゲームボーイアドバンス SP でよくねってなるんでね。まあアドバンス SP は持ってるんで、もう、だったらさ、ミクロいらなくねってなるんだよな。なんだけど、まあ、ちっちゃいならちっちゃいなりの良さっていうのがね、それはそれである。あるなっていうのがあるという感じですね。はい、タッチカービィ、3月24日発売、任天堂 DS。タッチペンで描いた虹のラインをオールドカービィが駆け抜ける。11種類のコピー能力がカービィの攻撃やアクションの幅を広げる。はい、こちらタッチカービィ。これから DS か。いいね、DS 来たね。これもやったことないんだよな。もう、ものは知ってるけどね。あれか、なんか操作してんな。タッチペンで操作してカービィを誘導するみたいな、そういう操作性っぽいですね。これはね、いいね。この任天堂 DS ならではって感じだね。こういうゲームはね。DS、3DS が終わっちゃってね、タッチペン操作のゲームね、あんまりなくなってきたけどね。はい、2006年。これは、任天堂 DS ライト。はい、DS ライト来たね。初代 DS っていうのはね、側がごつくて、本体もでかいんだけど、まあ、DS ライトになってだいぶスマートになりましたね。まあね、これも前述した通り、品薄の影響でこいつも買えなかったんだよ。DS の品薄、DS ライトの方が多分激しかった気がする。品薄だったの。これだいぶ激しかったね。だけど、まあ、俺が買ったやつ DS ライトなんで、これもね、争奪戦に勝利して手に入れたっていうのはね、もういい思い出ですよ。まあね、さすがにこの辺になってくるとね、経済力もある程度自分自身についてるんで、親で買ってもらうとかじゃなくても自分の力で買うみたいなね、感じだったんで、まあ好きなようにね、好きなものが買えるっていうのはいいよね。まあね、ちょっとあんまり言うと年齢バレるかもしれない。はい。あともう一個のトピックがとしては Wii ね。Wii が発売されました。まあね、今プレイしてるこのゲームもね、Wii ですね。Wii はね、リモコンの操作が独創的でしたね。ただリモコンとのね、テレビとね、リモコンの位置考えてプレイしないとさ、リモコンが反応しねえとかあるから、ちょっとね、プレイしづらいっていうのが、そこは難点だったね。だからね、もうリモコン操作を使うようなゲーム、まあ、Wii 専用ソフトだよね。Wii 専用ソフトっていうのはあんまりやらずに、もうね、当時はね、バーチャルコンソールばっかりやってましたね。もうバーチャルコンソール専用機だった Wii は。ね、もうそれだったらまあさ、もはや Wii である必要ないよねっていうね、感じになってましたけどね。はい。で、そしてこの時期ね、2006年ね、この時期がね、ちょうどプレイステーション3、Wii、Xbox 360、このね、三つどもえのハードがね、揃った時期で、ね、いろいろちょっとありましたね。もうね、個人的にこの時期がね、一番熱い、思い出深いですよ。ね、まあ当然ね、もちろん当然のごとく3ハードともに全部所持してるんで、あれですけど、まあこれもいっぱいやってたな、この辺のゲームな。はい。はい、星のカービィ参上ドロッチェ団ですね。はい、11月2日発売、任天堂 DS、カービィが盗賊ドロッチェ団とお宝の争奪戦を繰り広げる。コピー能力の保管や合成ができるコピーパレットで高い戦術が可能となると。はい、これが星のカービィ参上ドロッチェ団ってやつですね。いやー、これはね、これもあれかな、これも本編シリーズに連なる作品のようですね。映像見てみようか。またね、タイトルでキャラいっぱい出てんじゃん。まあ、今回はあれか、右から左じゃなくて逆だね。左から右やったけど。ね、これ高齢化してるんかこのタイトルでキャラいっぱい出すやつは。おう、いいじゃん、BGM。これあれじゃん、過去作のアレンジね。この BGM。おう、これとかもそうじゃん。いいね。い
こういうの好きよ。新作というかね、新しい作品でさ、過去作の BGM 使うみたいなさ、こういうのいいね、楽しいね。いいね、これ DS ソフトね。これもちょっと面白そうだな。はい、そしてコミック。星のカービィ猛烈プププアワー。コミックスね。月刊コロコロコミック小学館にて2006年より連載中。笑いだけでなく感動と元気も与える人気漫画。単行本1から7巻刊行中。はい。いやー、こういう感じですね、漫画。もうね、中身見てみたけれどもさ、やっぱりね、コロコロだなって感じ。コロコロだなって感じ。はい、そういう感じでした。はい、じゃあそしたら次が2007年ね。2007年のトピック。はい、郵政民営化。郵政事業の民営化がここから郵政民営化ってここか。ちょっとなんかそんな過去な気がしないけど、まあ、ここだったな。はい。これはちょっと特集だな。星のカービィメダルランドの魔法の塔アーケードゲーム。テレビアニメ星のカービィが題材のメダルゲーム機。豊富な仕掛けや賑やかなキャラクター音声などマシン全体で世界観を表現していると。はい、これがアーケードゲームですね。メダルゲームかな。メダルゲームちょっとね斜めて。はい、ここプッシャーか。メダル入れてさ、こう押し出すやつだ。プッシャーゲーム、俗に言うプッシャーゲームってやつですね。これゲームセンターのアーケードマシンのようですね。いやー、これはね、でも見たことねえな。俺、ゲーセンで見たことねえ、これ。もしかしたらご視聴していただいてる人の中にはね、これ知ってるよ、やってたよっていう人はいるかもしれないですね。はい、次、2008年。2008年ですね。2008年の出来事としては、はい、国内のインターネット利用者が9000万人を突破。さっきもあったけど、さっき2000万人だったけど、それが9000万になりましたと。でね、これぐらいの時期になってくると、インターネットっていうのは一般に普及してきた感じ、印象ありますね。逆に、ここまで来ると、インターネット環境が家にない方が珍しいぐらいになってきてた。なので、世の中が成熟してきてた印象ですね。はい、それに加えて、そして、Nintendo DSi 発売。はい、Nintendo DSi ですよ。DSi になって新しくカメラがつきました。映像でもね、見えてるな。ちょっとね、白いやつのところに黒い丸があるけど、あれカメラね。カメラありますね。これね、一時期ゲーム業界にね、いたことがあるんですけど、その時にね、Nintendo DSi 専用ソフトの企画っていうのにね、一瞬だけ関わったことがあるんですよ。まあね、結局ね、なんやかんやってそれはお蔵入りになったんで、世の中にその作品出てないんですけどね。はい。ちょっと DSi に関してはそういうの思い入れがありますね。はい、星のカービィウルトラスーパーデラックス11月6日発売。 Nintendo DS 星のカービィスーパーデラックスのリメイク。新たな物語のメインゲームやサブゲームなど7種類もの新規ゲームが追加された。はい、これはあれか、スーパーファミコンで出たやつのリメイク。ウルトラスーパーデラックス。そうだよね。いいね、これあれか、名作のスーパーデラックスをリメイクしたんだ。ああ、このオープニングあれじゃん。スーパーファミコン版の 3D だったオープニングじゃん。あれをよりブラッシュアップしてんの。いいね。DS になってちょっといろいろレベルアップしてるね。海みたいなのなかったもんね、さっき。いやー、いいですね。スーパーファミコン版星のカービィスーパーデラックスのリメイク作品って書いてあるね。新たな物語のメインゲームやタッチペンを使用するサブゲーム。はい。だから単純なる移植じゃなくて、まあ単純な移植にとどまらずに新たに追加された要素もあるよっていうパワーアップしてるバージョンですね。いいね。それでもなかなかいい。完全に同じ移植っていうよりは、また新しくこれもこれで楽しめると。そういう感じですね。はい、次、2009年になると、はい、Nintendo DSi LL 発売されました。これもね、後期に大画面化したモデルを出すムーブっていうのはここからかな。 3DS の場合もそれあってね、 3DS LL みたいなね、で大画面バージョンを出すことありましたけどね。はい、星のカービィ特別編倒せ広角魔獣エビゾー。アニメ、テレビアニメ星のカービィが Wii の間に登場。シアター向けの本作を皮切りにテレビアニメとして制作された100話全ての作品が配信された。はいとありますね。
これが、こちらはね、アニメカービィの番外編ですね。アニメカービィですね。これ2008年9月20日から2009年1月12日までの期間限定で、東京ドームシティおもちゃ王国内フェスティバルホールで、星のカービィマジカルシアターとして 3D 上映されていた作品とのことですね。3D って書いてあるので、3D 上映されたら、なんか心なしかちょっと浮かんでるように見えるから、これ。いいね。でね、Wii の間っていうのが、その Wii の機能として Wii の間っていうのがあるんですけど、そこでなんか配信されてたらしいね。この特別編プラスアニメ100は全部配信されてたらしい。まあね、当然のように今はサービスがそれ停止してるんで、Wii の間ってやつはね、もう見ることはできないですよと。まあ、ただしね、前日したブルーレイボックスに、この映像特典、この特別編が映像特典として収録されているというようなので、はい。なので、まだ見ることはできると。なので、気になる方は、ブルーレイボックスを買って見てみてください。この曲いいね。これアニメで使われてた曲かな。なんか聞いたことあるような気がするんだけどね。はい、じゃあ次は2010年ですよ。行きましょう。はい、ケイトのカービィ、10月14日発売 B。カービィが毛糸と布でできた世界を冒険する。カービィの毛糸を使ったアクションと、新登場のメタモル能力が新たな力を発揮すると。はい、毛糸のカービィですとね。これがね、毛糸のカービィもね、これよくパッケージね、見るんですよ、ゲームショップでね。ソフト見かけるんだけど、まあ、プレイしたことはないんだよな。動画見てみようか。ゲーム画面的にはさ、なんか任天堂64のヨッシーストーリーに似てないか、これ。ヨッシーストーリーっぽいよね。車になった。なんか優しい感じでね、ちょっと面白そうじゃない？ BGM もちょっとなんか癒し系というかね、落ち着く系だし。これはこれで面白そうですね。いいね、こういうのも好きよ、こういう感じのやつ。はい、2011年。2011年になると、ついに、ここ来ましたね。任天堂 3DS 出ました。っていうことで、任天堂 3DS はもう14年前のハードなんですよね。3DS がさ、14年前のハードって信じられるか？俺は信じられんぞ。もうね、スイッチの息が長いからね、そんな感じしないんだけど、まあ言うて1世代前のハードなんでね、3DS がね。まあスイッチ2が出たら2世代前の、2世代前ということに、ね、なるんですけれどね。はい、今回も2つありますね。集めてカービィ、8月4日発売、任天堂 DS。力を弱められたカービィたちをタッチペンで導いていく。カービィは最大で10人になり、集まれば集まるほど敵や仕掛けをクリアしやすくなると。はい、集めてカービィですね。これも DS ソフトですね。タッチペンで導いていくっていうことは、タッチペンで操作するってことかな。さっきタッチでカービィやったっけ？あれはなんかその、タッチした軌跡がさ、虹色のやつ描かれてるけど、こいつはに関してはそんな書かれてない。タッチしてるあれがわかんないな。あれか、星か。点滅してる星がタッチペンでいいんじゃないかな。なんかそんな気がする。タッチペンで操作する系のやつってさ、思った通りいかないとストレスになるゲームもね、たまにあったりするんだよね。だからこのゲームがね、どっちストレスフリーなのかストレスフルなのか、どっちかちょっとわからんけど、まあ、タッチペン操作のゲームっぽいですね。はい、星のカービィ B。10月27日発売。コピー能力を超えたスーパー能力が新登場。4人同時プレイはいつでも参加や離脱が可能な自由度の高い新たなゲームシステムを実現したと。これは星のカービィ B ですね。いいね。もうちょっとパッケージ裏がなんかいっぱいいろいろ書いてた。はい。これ本編シリーズか。こいつは本編シリーズですね。で、このゲームのね、メインメニューのところにはあったチャレンジステージの元になったオリジナルのゲームですね。星のカービィ B で、あとチャレンジステージをとか書いてあったから。あ、いいじゃん。CG デモも入ってる。CG デモ付き。オープニングか。オープニング。星のカービィ B。どこがムービー CG デモっぽいね、これね。なんかこいつも新キャラじゃない？このなんか黒魔導士みたいなやつおるけど。また新キャラ出てる。
ゲーム画面はだいたいいつものカービィって感じかな。いつものカービィっぽいね。いつでも参加や離脱が可能なって書いてあるから、下のところに。これもあれから Wii でよくあるけどさ、4人同時に入って、この1画面にさ、4人が一緒に操作してやるよ系のやつか。そんな感じはする。お、増えた。増えた。忍者、ネルデ大王、メタナイト、マドルディ。はい。やっぱりね、そうね、4人が参加して、同時にやるっていう、そういう系のゲームだな。はい、でしたよと。はい、そして最後、2012年です。星のカービィね、生誕20周年ということで、本作が発売されました。はい。星のカービィ20周年スペシャルコレクション Wii 星のカービィの生誕20周年を記念したソフト、新作のゲームモードと過去の6作のゲーム、テレビアニメやコミックスなどを収録と。はい、これが今まで紹介したゲームタイトルがね、ずらりと一堂に会してるますね。これ並んでるね。圧巻だね。これだけ作品があればね、見ていただいてる視聴者さんの中にも思い入れがあるゲームがあるんじゃないでしょうか。はい。っていう感じですね。はい、じゃあ最後というかあれね、1個ね飛ばしてるやつがあって、ここ一番左、ここからスタートだったかな。はい、何々から1991年。ここには、何か書いてあるかというと、1983年ファミリーコンピューター発売、1989年ゲームボーイ発売、1990年スーパーファミコン発売と、書かれてますね。自分はね、世代的にはね、この中で言うとね、スーパーファミコン世代なんですよ。まあ、なので、83年のファミリーコンピューター発売当時の世情とか、そういうのはね、ちょっとリアルに体感してないから、わかんないんだよね。情報としてぐらいしか知らない世代ではあると。まあ、ではあるんだけど、スーパーファミコンを発売してから以降に関しては、ずっともうゲームのね、辿ってきてるんで、ゲーム史をね。まあ、今日やったのは任天堂ハードでしたけど、まあ、任天堂ハード以外にもね、セガだったりとか、ね、NEC だったりとかね、いろいろ他にも作ってるとこあるけど、まあね、っていうのをリアルタイムで体感してきてることはできたんで、まあ、そういった意味ではね、やっぱね、幸せだったかなと、良かったかなと思いますよ、リアルタイムでね、体感できてるっていうことは。もうゲームもさ、この当時から成長してんじゃん。スーパーファミコンから今考えてみたらさ、任天堂スイッチとかもうレベルが上がりすぎてんじゃん。とかね、まあっていうのを自分が実際に成長しながら、自分自身の成長とゲームの成長がリンクして一緒に育ってきてるみたいなね、感覚なんで、いやもうね、いいですよね。まあ、その時代に生まれてよかったなーっつってね、思いますよね。はい。というわけで、今回やりたかった紹介は、これで一通りここにあるやつ全部紹介したかな。もう作品だけじゃなくて、その作品にある背景、任天堂ハードの背景とかね、そういったのも含めて解説したんで、もう紹介しきった感がありますね。というわけで、最後はお気に入りのミュージックでエンディングにしましょう。これ。はい、これお気に入り。これ好きだわ。はい。というわけでエンディングです。今回ね、星のカービィ20周年スペシャルコレクションの星のカービィヒストリーで、カービィシリーズと任天堂ハードの歴史を振り返ってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。カービィシリーズもね、息が長いんで、ほんとたくさんの作品が出てますね。1992年に初代が発表されてからというもの、途切れることなく、毎年作品がリリースされて続けてるっていうのはびっくりしましたね。もうほんと1年単位で出てたからね。もうね、こんだけあると前作プレイしきるっていうのはね、ほんと至難の技ですよ。カービィ作品を極めてるカービィコレクターにね、ちょっとなってみたいなっていうのはあるけど、まあいかんせんね、まだ俺がやってるカービィそんな数知れてんでね、夢の泉とかスーパーデラックス、まああとはカービィピンボールガーぐらいとかね、その程度ぐらいしかないんで、ちょっとね、今から全部追うってなると相当大変ですけど、作品の数が多すぎて。まあね、とりあえずね、次回以降で本作に収録されてる作品っていうのをね、やっていこうかなと思います。まあね、言うて、ゲームボーイ版、夢の泉2、スーパーデラックス3、64の6作品からあるんだけど、これを全部一気にまとめてやるってなると、さすがにね、ちょっと時間かかりすぎるんで、ちょっと分割してね、やっていこうかなとは思うんですが、まあ、まずは初代でしょう、ゲームボーイ版でしょう、をね、やろうかなと思います。はい。というわけで、ちょっと長くなっちゃったんだけどね、いろいろね、話すことがいっぱいあったから。はい。まあ、というわけで、今回はこの辺で終わろうと思います。
はい、ではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。